朝に仕込んで使う分だけ、もうなくなったら終わりって感じです。そうなんですね。1日多い時に何キロぐらい出ますか1日多い時130、40ですかね。綺麗。お願いします。そんな感
もともと独立願望はあって、コロナのドピークだったんで、僕バイトしてたんですよ、なんかダラダラで。その時に知り合いのお店が潰れますとなって、その時にもう赤字だから経営できないんだけど、代わりになんかその独立願望があるやつ知り合いにいないかっていうので探してる人がいて、でそれでたまたま僕のところにその話が来て、初期費用とかは最初いらないよみたいなただなんかその経営代行みたいな感じで看板も変えずにやってほしいっていうところでやりますって言って、でやったのがきっかけです。最初独立したのは本当にコロナのど真ん中だったんで、もうお客さんとかも1日3人とかしか来なくて、昔垂れ流しまくりだったんですけど、その時に頑張りましたね本当に毎日働きましたね。毎日休まずにやってて2年半ぐらいですね。そしたらだんだんなんとなく上がってきて、コロナが明けてちゃんと3年目ぐらいから黒字に転換するようになって、それをなんかその社員の人とかも集まってきたりして、で人も増えたしつってもう1店舗開けようってなって、こっちのお店開けた流れですね。今までその働いてた飲食店のオーナーさん、要は社長さんが結構近かったんですよ、その従業員と距離が。でやっぱ見てて結構かっこいいなと思ってて、なんかいつかやっぱ自分の店っていうか自分の城っていうか、なんかそういう形で会社持つなり自分の店を持つなり何でもいいんですけど、そういう形で独立できたらなとはなんか漠然と思ってて、もう本当に頭良くなかったんで良かったですね。なんか逆に賢くなくて踏み切れたんで、そこで運要素が最初めちゃめちゃでかい気がします。たまたま良かったっていうだけで、やっぱそこ、は、ラッキーとしか言いようがないんですよね。なんか僕の力で何かできたっていう話でもないし、チャンス掴んでもそうですけど、やめなかったですね。やめたいと思ってなかったですね。やめたいはなかったですね。なんかやめたいなかったですね。なんかやめたら終わるじゃないですか。なんかその成功したいっていう、なんかそのなんかアバウトな表現ですけどね、なんかそのどんだけ赤字でも黒字になるまでやったら黒字じゃないですかみたいな、なんかそのバカな考えですけど、なんかそんな感じですね、僕は。だからここも最初開けて2ヶ月半ぐらいはめ
ちゃめちゃ赤字でしたね。でそれでなんかいろんな方になんか SNS でたまたま取り上げてもらって、なんか今すごいお客さんに来てもらってる状態なんです。たまたまって言ってラッキーですね。はい、お願いします。はい、ごめん、お願いします。はい、どうもありがとうございます。これ何グラム？これ550。はい、よろしく。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。なんかアバウトな感じになっちゃうんですけど、上野で1日過ごせるように店舗展開していきたいですよ。朝昼晩夜中、やっぱ居酒屋の業態も今後やっていきたいですし、それこそなんかカフェでも何でもいいんですけど、今うちのいる子たちのやりたいって思ってることを全部形にしていって、もう僕的には結構今の店が楽しいんで、あとはなんか下の子たちが育つように展開できていったらなって思います。